ご視聴ありがとうございます。KK です。本日はパームツリーを描いていこうと思います。木や葉の形、背景になる雲の描き方なども説明しました。はがきサイズの紙2枚にも描きましたので、最後までごゆっくりお楽しみください。簡単なパームツリーの描き方です。まず円を描き、その中心から幹を伸ばします。そして中心から円周に向かってゆるくカーブした線を何本か描きましょう。その線の片側や両側に斜めに出ている線を描くと葉になります。中心の点を少しずらすことによって絵に変化をつけることができます。同じように中心から円周に向かって緩い曲線を描きますが、長くなったり短くなったりするので、それによって葉の長さに変化が出てきます。中心をずらした2つのヤシの木です。葉の形の取り方です。細長い葉をイメージし、そのラインに向かって中央から斜めの線を引くと描きやすいと思います。斜めから見た葉は片側の線を短く描いてみましょう。横から見た葉は片側だけ斜めの線を描きます。では実際に絵の具で描いてみましょう。ライナー筆で一本一本斜めの線を描いていっても良いのですが、結構時間がかかるように思います。そこでファンブラシを使って描いてみることにしました。毛先に絵の具を取り、筆先が割れていることを確認します。割れた筆先の状態で描いていきましょう。描きやすい方向にスケッチブックを回転させ描いています。斜めから見た葉、横から見た葉も同じように描いていきましょう。毛先が割れていれば葉がどんどん描けていくと思います。葉に深みや明るさを持たせるため、混色していくつかの緑を作ってみました。緑の絵の具をたくさんお持ちの方は、その絵の具で試してみると良いと思います。まず深緑で葉の根元の部分や影があったらいいなと思うところに色をつけてみました。次に明るい緑で葉先を中心に色をつけています。白っぽい緑はアクセントをつけるようにところどころに色をつけています。さらに明るくしようと思って黄色もプラスしてみました。好みの色でパームツリーの葉を作ってみてください。今回は水を多く使うので、ホワイトワトソンのブロックタイプを使うことにしました。濃い青、水色、グリーンシーという緑を使って空を描いていきます。まず紙を水で湿らせ、色のグラデーションがつきやすくしました。紙が湿っているうちに筆を横に動かし、空の色を作っていきます。特に色の境目はグラデーションがうまく出るようなじませていきましょう。空の色に変化が出るよう緑色で塗っています。最後に白で全体を塗り、色がなじむようにしました。簡単な雲の描き方を紹介します。今指に巻いているのは T シャツの生地です。布を巻いた指の先に絵の具をつけ、雲があったらいいなと思う場所に手をくるくると動かして雲を描いていきましょう。白の濃淡が出るようたっぷり絵の具をのせるところがあると良いと思います。最初に薄く雲の形を作り、その後で白が濃い場所を作っていきました。
手を横に動かし筋状の雲も描いてみました。この空の下にパームツリーを描いていこうと思います。手順は先ほどとだいたい同じです。葉の中央のラインを描いたらファンブラシで葉を描いていきます。葉の先などファンブラシで描きづらい場所はライナーブラシで描き足しました。濃い緑で暗い葉の部分を作っています。ここでは明るい緑にさらに黄色を足して葉に明るい部分を作っていきました。筆に白を取りアクセントの色にしました。葉の中央のラインがもう少しわかるように後から明るい色で描き加えました。2本目は葉の中央の点を少し右にずらして描いてみました。木の幹は丸筆で塗っています。幹の形をいろいろカーブさせると面白いと思います。幹の横筋もファンブラシを使って入れてみました。線の間隔が規則正しくならないように気をつけています。ファンブラシで描ききれないところは丸筆を使いました。パームツリーの絵が完成しました。はがきサイズの紙にも描いてみようと思います。紙の色を変えると印象も随分変わってくるように思います。花を描き足すなどして自分なりに楽しんでみてください。この絵は額で飾り夏の間楽しもうと思います。最後までご視聴ありがとうございました。高評価ボタン、チャンネル登録とても励みになります。よろしくお願いします。また感想やリクエストなどございましたらコメント欄に書いていただけるとありがたいです。ご視聴ありがとうございました。